いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回のテーマは、私が行く釣り場で耳にする不思議な一言、9時から釣れ出すよという常連さんの言葉。釣り友にも聞いたら、季節に関係なく時間で言う人いるよねということでした。朝まずめや潮汐とも違う9時現象。果たしてそれにはどんな理由があるのでしょうか。今回の話はあくまで私の身の回りの出来事なので、信じるか信じないかはあなた次第ということでよろしくお願いいたします。本日の結論です。午前9時は環境変化のリズムが整う時間帯である可能性が高い。水温、光量、酸素、魚の定位が安定し、釣りやすい条件が整いやすい時間帯。本日の目次です。なぜ9時なのか。朝まずめとの違い。9時に釣れ始める4つの要因。池や淡水域でも起こるのか。常連さん、9時を信じる理由とは。実際のパターン活用術。それでは順に見ていきましょう。なぜ9時なのか。ここは9時から釣れ出すよ。こう話すのは私がヘラブナ釣りをしている池での話。それを釣り友に聞いたら、海でも聞いたことがありますよね。場所によっては9時以外も聞いたことがあります。とのこと。一つの釣り場を極めた、その道の達人の方、いわゆる常連さんで、このように言われる方もおられるようです。釣りは自然相手の趣味であり、魚の活性を読むのは一筋縄ではいきません。しかし、そうした現場に身を置き、日々釣果を積み重ねてきた人々は、言葉にできない水の気配を感じ取る感覚を磨いてきました。その感覚が導き出した一つのリズムが9時現象なのです。実際そのベテランの方は季節や気象条件にかかわらず9時前後の釣果に手応えを感じています。つまりこれは単なる偶然ではなく釣り人たちが経験的に蓄積してきた実践的知見なのかもしれません。朝まずめとの違い。朝まずめは釣りのゴールデンタイムとして有名です。魚が夜から朝にかけて移動、捕食を活発に行う時間であり、光量の変化により餌が見つけやすくなり、警戒心も薄れるタイミングです。しかし、9時という時間帯は、それとは少し異なります。太陽はすでに高く、気温もぐんぐん上がり始める時間。そんな時間に釣れるのと思う人もいるかもしれませんが、実際にはある条件が揃うとき、9時こそが真の勝負どころになることがあるのです。9時に釣れ始める4つの要因。水温の安定。朝は気温が低く、夜間の冷え込みによって水面付近の水温が下がっています。その結果、魚は底に沈んでいたり、動きが鈍かったりします。しかし、太陽が出てから1時間から2時間もすれば、水面が温められ、上下の水温差が少なくなってきます。この水温の均質化が魚たちの活性を引き出すのです。特に気温の変化が激しい春や秋には顕著に現れる傾向があります。光量の変化。朝日が差し込むと次第に水中の視界が変化します。薄暗かった水中がクリアになり、視覚を頼りにする魚は餌を探しやすくなります。9時頃には光が安定し、適度な明るさと影のコントラストができることで、フィッシュイーターにとっては絶好の狩りの時間となることも。酸素量の安定。光合成を行う植物性プランクトンや藻類は太陽の光を浴びて活性化します。朝方は光量不足で光合成が活発ではありませんが、9時頃になると酸素が水中にしっかりと供給されるようになり、魚たちの呼吸環境が改善されます。これは特に閉鎖性のある湾や湖、池などで顕著です。ベイトとフィッシュイーターの位置が揃う。ベイトフィッシュ、小魚もまた水温や光に影響されて移動します。9時前後はこうしたベイトがまとまりやすく、それを狙うフィッシュイーター、アジ、ヒラメ、シーバスなどとの遭遇率が高まるタイミングです。この時、ルアーや餌の投入ポイントが合えば、一気にヒットが連続することも珍しくありません。池や淡水域でも起こるのか。この9時現象は海に限らず、淡水域、ヘラブナ釣りやバスフィッシング、渓流釣りでも同様のリズムが見られるといいます。
例えばヘラブナ釣りで朝のうちは浮きが全く動かず、今日はダメかなと思っていたところ、9時を過ぎてから突然浮きが動き出す、そんな経験は私自身感じていました。これは淡水でも同じように環境要因が安定し、魚が動き出すタイミングであることを示しています。気温と水温のバランス、酸素、光量、ベイトの存在、プレッシャーの減退、すべてが絡み合い、釣り人にとっての奇跡の時間帯が生まれるかもしれません。常連さんが9時を信じる理由とは？釣り場に通い詰めた常連さんたちは、潮見表や天気予報だけでは読み切れない場の雰囲気を熟知しています。魚の活性は目に見えませんが、浮きの動き、ナブラの発生、風の流れなどを通じて、今来るなと感じる勘を鍛えているのです。そうした常連さんが9時に連れ出すというならば、そこには長年の観察と経験が積み重なった信頼性の高いリズムがあると考えられます。実際のパターン活用術。では、兆候にどう活かせばよいのでしょうか。朝まずめの反応が鈍くても9時以降に焦点を当てて粘る。タックルや仕掛けを9時前後で切り替える。餌の量や質を調整し、9時にピークを持ってくる戦略を立てる。潮や天気に関係なく、9時を一つの基準点として行動計画を組み立てる。これらは単なる時間合わせではなく、自然が整う瞬間に合わせて釣るという合わせ釣りの発想です。いかがだったでしょうか。9時から釣れるという現象は、水温、酸素、光、ベイトの定位が整うことで起こる可能性があります。朝まずめが不発でも諦めないこと、淡水、海水を問わず一定のリズムが存在する。常連さんの言葉には経験に裏打ちされた実績値がある。釣果を安定させるための時間戦略として9時を意識することが有効かもしれません。自然との対話は数値やデータでは測りきれない揺らぎに満ちています。そんな中で9時から釣れるという一見不思議な現象にも、実は合理的な理由が隠されていることがあるかもしれません。次に釣りに出かけるときは、ぜひ9時現象に注目してみてください。釣り場によっては9時以外もあるよと聞いたことがありましたら、ぜひコメントでお寄せください。そのリズムに魚たちの鼓動を感じることができたなら、あなたの釣りはきっと一歩深まるはずです。最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。